ドラー自然大好きフリーアナウンサーの森由美凛です。さあ今回は慶良間諸島渡嘉敷島の戦争遺跡についてご紹介します。慶良間諸島渡嘉敷島は沖縄那覇から最短35分で遊びに行くことができる大人気の離島。世界屈指の透明度を誇る慶良間ブルーの海が有名ですが、沖縄戦最初のアメリカ軍上陸地であり、渡嘉敷島は沖縄戦最多の犠牲者が出た強制集団死、集団自決があった島でもあります。前回の動画では島一周をする中で戦争遺跡を訪れ、簡単な歴史についてお伝えしました。今回の動画では前回収まりきらなかった映像や情報をお届けします。これを見れば慶良間諸島の沖縄戦についてや渡嘉敷島はどんなことを後世に伝えたいと思い戦争遺跡を保存しているのかが理解できるようになると思います。渡嘉敷島の海や自然しか観光したことがない方、戦時中のことについて関心はあるけれど現地に行くことが難しい方、渡嘉敷島の戦争遺跡についてより深く知りたい方はもちろん、日本人なら全員に知っていただきたい内容になっています。今回ご紹介するのは5つのスポットです。慰霊碑である白玉の塔、戦時中島に配備された赤松隊の本部壕、沖縄で最も多くの方が亡くなられた集団自決の跡地、絶景の東展望台、特攻兵器を隠すための壕である旧日本軍特攻艇秘匿壕です。どうぞ最後までご覧ください。また前回の動画もぜひ合わせてご覧ください。渡嘉敷島の海と自然の魅力や戦争遺跡についてより簡単に分かりやすくお届けしています。このチャンネルでは伝える仕事で生きていくと決心し、新卒から勤めていた会社を辞めた人間が配信しています。気になるものがあればぜひ再生リストからご覧いただき、チャンネル登録をポチッとお願いします。YouTube を始めて約1年3ヶ月、容量が悪く不器用で未だ登録者は1000人にもなっていません。貯金を切り崩し借金をしながらですが、多くの方に感動や気づきを与え、人の役に立てる人間になるべく夢を諦めず奮闘中です。現在の目標は登録者1000人です。もしよかったらぜひ応援よろしくお願いします。こちらはですね、白玉の塔という太平洋戦争の慰霊碑になっています。白玉の塔、忘れてと思う心は白玉の塔に託して永遠に伝えんとあります。この渡嘉敷島の眺めのいいところにあるんですね。白玉の塔とあります。後ろには大東亜戦争で亡くなった方々がお名前が書いてあります。こちらにその資料がありました。渡嘉敷島では集団自決があったんですね。日本軍は沖縄本島に上陸してくる米軍の背後から奇襲攻撃をかける狙いで、慶良間の島々に海上特攻艇300隻を忍ばせていました。ところが予想に反して米軍の攻略部隊は1945年3月23日、数百の艦艇で慶良間諸島に攻撃を行い、特攻艇が隠された壕をしらみつぶしに破壊した後、ついに3月26日には座間味の島々へ、3月27日には渡嘉敷島にも上陸、占領し、沖縄本島上陸作戦の補給基地として確保しました。この米軍の座間味島への上陸が沖縄の地上戦の始まりでした。日本軍の特攻部隊と住民は山の中へ逃げ込みました。パニック状態に陥った人々は避難の場所を失い、北端の西山に追い込まれ、3月28日、かねて指示されていた通りに集団を組んで自決しました。手榴弾、小銃、鎌、桑、カミソリなどを持っている者はまだいい方で、武器も刃物も持ち合わせのない者は縄で首を絞めたり、山火事の中に飛び込んだり、この世の出来事とは思えない凄惨な光景の中で自ら命を絶っていったのです。この塔はもともと集団自決跡地にありましたが、1960年に軍用地に接収されたため、こちらに新しく建立されました。どんな方が集団自決で亡くなられたかというのがここに書いてあります。集団自決のあった日は1945年の3月27日から28日です。大東亜戦争および沖縄戦
戦没者の数594柱というふうに書いてあります。渡嘉敷村で亡くなった方の年齢構成が書いてあります。こう見るとですね、子どもの数が結構多いんですね。8歳11人、3歳16人、1歳13人、14歳は11人と小さい子が多く亡くなっています。男性が136人、女性が244人、合わせて380人亡くなられています。集団自決者数についても書いてあります。330人の方が集団自決で亡くなっています。渡嘉敷島で亡くなった沖縄県以外から来た兵隊さんの亡くなった数が書いてあります。香川、愛知、兵庫、静岡、大阪、徳島、高知、山口、岡山、その他81柱というふうに書いてありまして、81人の方が渡嘉敷村で亡くなっていると言っています。柱っていうふうに書いてありますが、この柱っていうのは神様を数えるときに使う単位なんですよね。なので何人ではなくて、戦争で戦って亡くなった祖国を守るという公務に起因して亡くなられた方々の神霊として柱というふうに数えられています。こちらには女性の像が飾られています。悲惨な出来事があったっていうのは考えられないくらい穏やかで豊かな自然が広がっています。続いてやってきたのはこちら、赤松隊本部号というところにやってきました。ここは戦争の時に赤松隊という本部の号があったところです。今私がいるのはこの現在地赤い点のところです。ここから中に入ってこの道を降りていくと避難壕がたくさん至るところにあります。川沿いですね。赤松隊は渡嘉敷島に配備された部隊です。集団自決を住民に命令したと言われており、批判が行われてきました。一方で軍命令ではなかったが、集団自決で亡くなった遺族が援護法という法律で遺族年金などの適用になるように軍命令だったということにしたのだという意見もあったようです。しかし、集団自決の軍の関与や軍命令については、2011年4月に最高裁で判決が確定しており、沖縄県で集団自決が発生した場所すべてに日本軍が駐屯していたとし、集団自決については日本軍が深く関わったものと認めるのが相当としています。今でも教科書での集団自決の記述の仕方はニュースに取り上げられており、今年3月の記事によりますと、2024年度の教科書では集団自決について旧日本軍による軍命令、軍関与の記述はないそうです。一方、渡嘉敷村公式サイトや沖縄の新聞社のサイト、ニュースでの生存者の方のお話では、日本軍からの命令や関与があったため集団自決をしたとしていました。赤松隊本部号入り口の案内板には、手榴弾不発で生き延びた住民がこの本部号に押し寄せたとき、赤松隊長は号の入り口へ立ちはだかり、入ってはいけない、速やかに軍陣地を去れと厳しく構え、住民を睨みつけた。スパイ容疑で住民の首を切った。住民へ非常食を提供するよう強要し、栄養失調者が続出した。米軍に救護され回復した住民が赤松隊に捕らえられ処刑される。極度の食料不足や戦況悪化により、栄養失調による戦病死や逃亡者相次ぐなどと書かれてあり、一度米軍と接触した住民を処刑したことが何度か書かれていました。最後は1945年8月23日、赤松隊長無条件降伏調印、渡嘉敷島での持久戦が終結すると案内板に書かれていました。動画作成時にこの案内板をしっかり読み込み、赤松隊について知ったとき、日露戦争における旅順攻略で知られる乃木マレスケを思い出しました。乃木マレスケは自分が指揮を執った戦いで犠牲者を多く出したことに責任を感じ、何度か自ら命を絶とうと考え、最終的にそれを止めていた明治天皇が崩御し、
後を追って殉死しています。集団自決で生き残っても激しい飢えや厳しい統制で命を落とす方もいて、本当に悲惨な状況だったことが伺いました。先日こういうところで避難していたんですね。避難号その6。狭いですね。避難するだけ、すぐそこがもう行き止まりです。人は2、3人ぐらいしか入れなそうですね。避難号その7です。はい、水たまりですね。怖いですね。横幅1メートルくらい、縦80センチぐらい、中も変わらない広さです。本当にこのしゃがんだ状態じゃないとここでいられません。本当にここでずっと暮らしたりとかっていうのはできないですね。ちょっと数分いたらまた外に出ようっていうぐらいのところです。物を置いたりするようなところかなっていう感じです。皆さん、陶器がありました。お皿です。戦時中のものですかね。ここには避難号その8があります。多分これなんか光が入っているので、上から穴が開いているので光が差し込んでいます。避難号その9です。ちょっとここは大きいですね。この避難号は座れるように段になってますね。輪になって、その壁側に座れるようになっています。缶が落ちています。陶器があって、避難号その10。車庫街の殻がありました。ここ上りですね。これが最後ですかね。これはまた低い避難号その11です。ちょっと奥に続いている。でも先はあそこで行き止まりかなっていう感じです。ここまでかな。なんかあそこも進めそうですけど、でもこれで終わりだと思います。さっきその小川に落ちていた缶なんですが、これなんでしょう。なんか缶じゃないみたいなんですよね。なんか爆弾みたいな感じ。すごく重量感があって、これわかる方いらっしゃいますかね。すごい何か詰まってます。なんだろう、重いです。何かわかる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。ご覧ください。靴が落ちていました。これすごいなんか当時の靴みたいなんですよね。もう苔が生えてしまってますけど、なんか材質は多分革っぽいですし、大きいサイズです。これ当時の兵隊さんが履いてた靴なんでしょうかね。これもわかる方いたらコメント欄でぜひ教えてください。こういう戦争当時のものかと思われるものが結構落ちています。なんでしょうこれ。なんか書いてありますよね。わからない。こちら小川に落ちていたコップ、陶器です。これも当時のものですかね。すごいしっかりと残っています。赤いラインが入っていて、ちょっと分厚いしっかりしているマグカップです。あ、見てください。US って書いてあります。これは渡嘉敷が占領された後にアメリカ軍が使っていたものですよね、きっと。
すごいですね。こういうものが普通に落ちています。超貴重なものですよね。スターリングなんとかって書いてあるんですね。シナイーストリバープールオハイオ USA と書いてあります。これはもう絶対当時のものですから、もしご存知の方がいたら教えてください。こちら小川に落ちていた、これは日本のものですね。陶器です。これ何焼きなんでしょうか。これは日本軍が使っていたんですかね。これ何焼きかで結構どこからやってきたのかっていうのが分かったりするんですかね。それが日本軍が使っていたっていう、どなたかまたこれもご存知の方がいたらぜひコメント欄にお願いします。気になりますね。こちら日本の食器とアメリカ軍の食器マグカップを並べてみました。こちらです。これ観察してみると、この器の厚さがすごい違うのが分かります。アメリカのものはこの厚さが厚くて、日本のはすごい薄いんですよね。これが技術の差を表すものなのか分からないですけど、薄い方がガラス、この陶器が割れてしまうからこっちの方が技術が高いのか、でもマグカップは熱いものを入れるから熱く作らないといけないのかっていうの分かりませんけれども、こういう違いがありました。続いてやってきたのはこちら、集団自決の地です。この先に渡嘉敷島で集団自決をした場所があるので行ってみたいと思います。さっき銅の道行きましたけど、当時のものと思われるものがたくさん落ちていて、すごい驚きました。あんなに綺麗に残っているんだっていう、戦争から70年以上経った今でも77年、集団自決跡地、下部侵入防止のため閉めていますけど、中に入ることができます。開きました。蒸らして戦争遺跡、この赤い点線のところが全部集団自決の場所になっています。私は今この赤い点のところにいるので、先を進んでみたいと思います。石碑が見えてきました。いろいろ書いてあります。ここに、この第一工法の谷間に去る大戦において住民が集団自決をした場所である。この第一工法の谷間は去る大戦において住民が集団自決をした場所である。米軍の上陸により追い詰められた住民は友軍を頼ってこの地に集結したが、敵の砲爆は熾烈を極め、ついに包囲され行く場を失い、刻々と迫る危機を感じた住民は、生きて捕虜となり恥ずかしめを受けるより、死して国に準ずることが国民としての本分であるとして、昭和20年3月28日、祖国の勝利を念じ笑って死のうと悲壮な決意をした。かねてから防衛隊員が所持していた手榴弾2個ずつが唯一の頼りで、親戚縁故が車座になり、1個の手榴弾に2、30人が集まった瞬間、不気味な炸裂音は谷間にこだまし、清流の流れは瞬時にして血の流れと化し、老若男女315名の尊い命が失われ、悲惨な死を遂げた。昭和26年3月、この大戦で犠牲になった方々の慰霊のため、この地に白玉の塔を建立したが、米軍基地となったために移設を余儀なくされた。時移り世変わって、ここに沖縄の祖国復帰20年の節目を迎えるにあたり、過去を顧み、戦争の悲惨を長く後世に伝え、恒久平和の誓いを新たにするため、ここを聖地として整備し、碑を建立した。1945年4月2日、
ロサンゼルスタイムス長官から、新興軍日本民間人の集団自殺を発見、野蛮なヤンキーの噂で拷問より死を選ぶ日本人たち、琉球列島、3月29日。米国の野蛮人の前に引き出されるよりも自殺する方を選んだ日本の民間人、渡嘉敷島の人々が死体あるいは瀕死の状態となって折り重なった見るも恐ろしい光景が今日ケラマ列島の渡嘉敷島に上陸したアメリカ兵たちを迎えた。最初に現場に到着した哨戒隊に同行したニューヨーク市在住の陸軍撮影兵アレキサンダー・ロバーツ伍長は、今までに目にしたものの中で最も悲惨と現場の様子を表現した。我々は島の北端に向かうきつい坂道を登り、その夜は露営した。闇の中に恐ろしい叫びや泣き声、うめき声が聞こえ、それは早朝まで続いたと彼は語った。散乱する死体、明るくなってから悲鳴の正体を調べに行くために2人の偵察兵が出て行った。彼らは2人とも撃たれた。その少し前、私は6カ所8カ所で手榴弾が炸裂し、炎が上がっているのを見た。開けた場所に出ると、そこは死体あるいは瀕死となった日本人、渡嘉敷島の人々で埋め尽くされていた。足の踏み場もないほどに密集して人々が倒れていた。ボロボロになった服を引き裂いた布端で首を絞められている女性や子供が少なくとも40人はいた。聞こえてくる唯一の音は、怪我をしていながら死にきれない幼い子が発するものだった。人々は全部で200人近くはいた。細いロープを首に巻きつけ、ロープの先を小さな木に結びつけて自分の首を絞めた女性がいた。彼女は足を地面につけたまま前に体を倒し、窒息死するまで首の周りのロープを強く引っ張ったのだ。彼女の全家族と思われる人々が彼女の前の地面に横たわっており、皆首を絞められ、おのおの汚れた布団がかけられていた。さらに先には手榴弾で自殺した人々が何十人もおり、地面には不発の手榴弾が転がっていた。日本兵、島民の防衛召集兵の死体も6体あり、また他にひどく負傷した島民の防衛召集兵が2人いた。衛生兵は負傷した兵士らを海岸へ連れて行った。後頭部に大きな V 字型の深手を負った小さな男の子が歩き回っているのを見た。あの子は生きてはいけない。今にもショック死するだろうと軍医は言った。本当にひどかった。軍医たちは死にかけている人々にモルヒネを注射して痛みを和らげていたとロバーツ伍長は語った。負傷した日本人たち、渡嘉敷島の人々を海岸の応急救護所まで移そうとしている米軍の担架運搬兵らを道筋の洞窟に隠れていた一人の日本兵が機関銃で銃撃した。歩兵らがその日本兵を阻止し、救助活動は続けられた。質問に答えられるまでに回復した日本人たちは、米国人は女は暴行、拷問し、男は殺してしまうと日本兵が言ったのだと通訳に話した。彼らは米国人が医療手当をし、食料避難所を与えてくれたことに驚いていた。自分の娘を絞め殺したある老人は、他の女性が危害を加えられず親切な扱いを受けているのを見て、悔恨の情に苛まれていた。集団自決をさせた理由として、生きて捕虜となり恥ずかしめを受けるより死して国に準ずることが国民としての本分であるという考え方が教育されていたから、その後の食料不足を予測していたからなどが考えられますが、スパイの可能性もない住民を自決させるのは理解できませんでした。それを強制させる人間、止めない人間、従ってしまう人間を生み出してしまう戦争は二度と起きてほしくないと思います。また、月並みですが、情報や雰囲気に惑わされずに、知識や経験を積み重ね、自分で考え判断すること、一瞬一瞬を後悔なく生きることが大切だと痛感しました。渡嘉敷島の東展望台に到着しました。風が強いです。
島の北部から沖縄本島の方向を眺めることができる東展望台。黒島、果島、中島、前島、義湿布島など渡嘉敷村の島々が見えます。前島は第二次世界大戦で米軍が上陸しましたが、ある理由から攻撃や集団自決の犠牲者は一人も出ませんでした。それは当時住民は280名ほどいましたが、日本軍が駐屯しておらず軍事設備もなかったためです。前島にいた元上等兵で元警官の校長先生が自身の経験から住民を守るため兵隊を置かないでほしいとお願いし続け実現したようです。このことからも軍備拡大は慎重にした方がいいという意見があります。一方、沖縄戦終盤には本島で無差別に住民が殺されており、状況によるなと思いました。続いてやってきたのは、戦時中旧日本軍が使っていた秘密の壕です。こちら、ここにあるのはその壕を作るために掘り出された岩になります。その壕の前にこんなに石が積んであるんです。もうこう人工掘削により取り出された黒色千枚岩と書いてあります。それでは今から実際にその壕に行ってみたいと思います。ここは渡嘉敷島の中央部にあたります渡嘉敷区という地域です。見えてきました。こちらご覧ください。太平洋戦争中に使われていた特攻艇を配備していた秘密の壕になります。奥行きだいたい10メートルから15メートルぐらいあると思います。高さは2メートル以上あると思います。横幅も2、3メートルくらいですかね。結構広いです。この中は1本こう道があって終わりですね。ここは向こう側に行くとすぐ渡嘉敷区のビーチになりまして、ここにその特攻艇を隠していたっていうことになります。渡嘉敷島にはこういう壕あまり今残っていないんですよね。道を歩いたり島の外観を見ても壕らしき跡はあまり発見できませんでした。なので珍しいなっていう感じです。壕自体珍しいし、その中でも旧日本軍の特攻艇の秘匿壕という秘密の壕なので、本当に珍しい壕だなというふうに感じました。上にはこうやってもう木が生えています。太平洋戦争最後の年、日本軍は沖縄本島に上陸してくる米軍への奇襲攻撃を狙い、渡嘉敷島に海上特攻艇100隻を忍ばせていましたが、予想に反し米軍は1945年3月23日に慶良間諸島を攻撃し、3月27日には渡嘉敷島に上陸しました。特攻艇は対艦特攻用の秘密兵器でしたが、一隻の特攻も敵に向かうことはありませんでした。この号の掘削には主に朝鮮人軍部が当たり、島の女子青年が協力したと伝えられています。特攻艇はマルレと呼ばれ、ベニヤ板製で幅 1.8 メートル、長さ 5.6 メートル、重量1200キロの半滑走型ボートで120キロの爆雷2個を搭載し、米軍艦艇を特攻攻撃するための秘密兵器でした。当時、渡嘉敷島には赤松義継大尉率いる海上天進戦隊第3戦隊、特攻艇100隻、人員540人余りが配備されていました。今までご覧いただいた戦争遺跡は、悲惨な戦争を体験したこの島から二度とこのような戦争が起きないことを願い、保存し後世に伝えていくものとされています。戦争を体験していない世代の私でも当時のことを知ることができる戦績を残してくださりありがとうございました。小笠原など土地によっては情報が少なかったり、戦績が開かれたものではなかったり、行政によって守ることが難しいところもある中、知りたいと思ったことを知れるのはありがたかったです。今回
回の動画では現地だからこそ得られる情報や体験を視聴者の方にも体感してほしかったので、石碑や案内板に書かれていることをあえてそのままお伝えしました。難しかったかもしれませんが、ぜひ感想をコメント欄で教えてくださると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったなと思ったら、ぜひ高評価お願いします。今後も動画を投稿し続けますので、ぜひチャンネル登録をして応援お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。どうだー。